こんにちは。さあ今回は舞台キャメロットの桐山明人の楽屋ルーティンを紹介したいと思います。さあ今回は2公演の日でやってきました。桐山はこの季節にまだサンダルで楽屋入りをしております。カメラに気づいた。おはようございます。おはようございます。全部のカメラにするタイプの人なのね。おはようございます。はい、どうも。さあ、この楽屋に入って、僕も編集して、こんなことしてたんやって気づきました。まず楽屋に入ったらこうやって加湿器セットします。乾燥はね、ちょっと舞台中はしんどいので、いつもはねマネージャーさんがやってくれたりします。今回はちょっと収録なのでね、スタッフさんなかなか打ちづらいので自分でやっております。アクセサリー等々こうやって取って、リアルさあ、そしてルーティン3つ目、すぐ着替えをします。僕はね、舞台中はこうやってバスローブを着ることが多いです。今回メイクとかカツラもつけさせていただくんで、ちょっとかぶりのね T シャツとかやったらメイクついちゃったりカツラ取れちゃったりするので、前開きの服を、着用しております。さあ、そして白湯を飲む。体をね、舞台中はこう温めて、ごめんなさい、これ多分YouTube 入るからって言ってカッコつけてます。嘘です、すいません。もう笑うと思ってるやんなんでここだけ嘘ついたか僕も分かりません。それからね、喉のケア、こういう吸引器して、喉のケアをしております。この間に、だいたい僕はブログを書いてるかな。さあ、そして大好きな時間でございます。お昼公演の前に必ずご飯を食べております。毎日ね、マネージャーさんと何食べたいなんて言いながら、メニューを決めています。今日のメニューはかすチゲうどんの卵かけご飯。これ汁吸ってもうてるよね。最強組み合わせでございます。麺伸びてないから大丈夫か。いただきます。ここでも全部のカメラにするのね。これもうルーティンですね。はい。基本的ご飯は楽屋入って1回、昼公演終わって1回、家に帰って1回食べます。で、2公演ある日はね、先輩のアーサーこと坂本くんがいつも僕と僕のマネージャーさん分もですね、ご飯をご馳走してくれてます。ありがとうございます。そしてね、これもルーティンです。辛い調味料をかける。これカンパニーのキャストの方がプレゼントでくれたんですけどもね、僕の楽屋にはこうやってマイ七味があります。これがうまいのよ。なんか喉ケアしてんのかしてないかようわからんくなってるよね、これでもね、ご飯にめちゃくちゃ合うんです。大好きな調味料。ごちそうさまでした。一個俺の楽屋で気に入ってるものを紹介しましょう。この子、これはハンドソープ。これね、
めちゃくちゃココナッツの匂いします。これが超俺は大好き。手洗ってもね、いい匂いすんのよ。このハンドソープ使って、で最後公演後はお風呂入ってるんですけど、まあ匂い違い一緒のボディーソープとか、あとちょっとこっちはなんかアーモンド系バニラ系のシャンプーとかリンス使ってます。めちゃくちゃ南国、このバストイレの中は。これが俺の今回の楽屋のお気に入りポイントです。さあ、そしてこれもルーティンかな、コンタクトを入れ替えてます。今回僕の演じるランスロットはフランス人の役なので、ちょっとねこう目もブルーコンタクト、カラーコンタクトを入れております。わかる？さあ、メイクします。基本作品にもよりますが、今回のキャメロットは自分たちでメイクをしております。音聞こえてるかな？今ね、オーケストラさんのサウンドチェックも始まってるので、ちょっとラッパの音とか聞こえますが、よいしょ。下地まで塗って、これは男性独特ちゃう？ひげ隠す赤いなんや分からんやつ、赤とオレンジっぽいのかな。これを塗った上にファンデーションを塗るとひげが隠せると。今回の私の役はフランス人なので、ちょっとね肌が白く、 T ゾーンだけはねこういう白いやつ使います。で、自分の肌に合ったベージュをなじませる。オーケストラさんのサウンドチェックというかね、こういう聞きながらメイクするのね意外と好き。むずいのよ、こっからノーズシャドウ。ほら怖いこうやってだってもくったくそやな。でももうこんなんはお絵描きと一緒なんでぼかしていく。確認なんですけど、これおもろいちょっとこういう風にダラダラした楽屋ルーティン流れていくんで、こっからもながら見してください。こうやってメイクを頑張っております。アイラインメイクしているところ見られるちょっとはずいよな。しかもこれ自分で編集してるっていうのはもう一発はずいから。白も入るんです。ピッとピッ
で最後にほっぺに影を作って、さあ、そしてルーティンに戻りましょう。発声練習ここでしております。楽屋でね、こうやって発声、楽屋開けたまんまやってもらってるね。ごめんなさい、隣坂本くんとか柚木風花ちゃんがいるのに申し訳ない。さあ、そしてカツラをつけさせてもらっております。どんどんね、自分の役のランスロットになっていきます。すごいね、バスローブにこの金髪のカツラってさあ、カツラがつけ終わったら衣装に着替えます。僕のね、体のサイズを取っていただいてぴったりに、作り上げてくださったこのランスロットの衣装でございます。バシッとね、その日のコンディションに合わせたベルトの穴に通したら完成でございます。見るな、なんやじゃないし。では行ってきます。せっかくなんでね、坂本くんの楽屋にも行ってみましょう。突撃インタビューです。お疲れ様です。大丈夫ですか、体調の方は。ですか、それ。ですか。書いてる。そうですよね。もう残り、東京も残りもうちょっとですから。そうね。ちょっとこのタイミングであれなんですけど、昨日メンバーとお仕事一緒だったんですけど、すごいメイクの2人だミュージカルのメイクそのままなんで、ちょっとメンバーから、ちょっと明日坂本くんの楽屋直撃してみようかなみたいなこと言ったら、質問ちょっと聞いてきてよっていうのをメンバーからもらいまして。そんな俺に質問することある？いやいや、結構こいつ別に質問ないんやろなっていうやつもいればちゃんと聞きたいんやろなっていうのも言いました。気を使わせて申し訳ない。いやじゃあいいですか。どうぞ。すみません。じゃあ藤井からの質問です。はい。言われて一番嬉しい言葉は何ですか？一番嬉しい。あんまり聞くことないですから、一番嬉しい言葉。俺基本的にその楽しいことを、楽しい現場とか好きなのね。だからそれを見てて、もうファンの皆さんとかお客様が、楽しそうなみんなを見て、俺を見てすごく楽しくなりましたって言われたらすごく嬉しい。お客様が見て、こっちも楽しくなりましたって言ってくれること。そうほなんか楽しいですよ、俺たち楽しいことやってますよっていうのは俺できないから、事実がないから、純粋に楽しいことをやってて、それを見てくださったお客さんが楽しんでもらえてるっていうのが嬉しい。なるほど。いいですね。こんな真面目でいいの？いや、いいです。僕なかなか聞けることがないので。じゃあ次、浜田からです。はい。一日の中で一番楽しみにしていること、もしくはひとときの幸せなんですが、ちなみに僕は朝ごはんの後のコーヒーですと。ちょっと今ミュージカル中なんでね、朝から夜までもうずっと小屋に入ってますけど、プライベートでもそうですね。基本的に一年中欠かせないものがありまして。一年中。はい。晩酌。飲んでるんですか？飲んでる。なんで？いや、なんかあんま飲むイメージなかったんで、特にねミュージカル中ですから。お家帰って、基本的に喉のね状態が問題なければ飲むようにはしてるんだけど。そうなんですね。今のところおかげさまで。いやすごいですよ。本当ですか？いいっすね。じゃあ次、小滝です。今までもらった誕生日プレゼントで一番嬉しかったもの、または印象に残っているものは何ですか？一番印象に残っている。でも嬉しいのはやっぱり、サプライズとかをしてくれるするじゃない、スタッフさんとか。それも嬉しいんだけど、やっぱ純粋に0時になりました、7月24日になりました、0時になりましたって、ですぐ送ってくれたりするとちょっと嬉しかったですよ。わかります。ちょっとわかります。そうね、ちょっと待ってる自分もいたりするから。
そうなんですね。まあその時間起きてるじゃん。なるほど。まだ確かにね、お酒を飲んだりしたりするから。わかるうん。年々メンバーからの連絡が遅くなってきますね。それは正しいことなんだあ、よ。そうなんですか。正しいこと。確かにね、ずっと一番に送っててもちょっとしんどいですからね。でもんで一回落ち着いて、その後、俺たちもいい年齢になってきて、この先どれぐらいおめでとうって言えるかなと思い始めると、毎年毎年ちゃんと言える。ほう、深っ。そうなのよ。一回こうなくなったりとか減っていくんですよ。面白い。いい質問だったな、小竹。じゃあ次ちょっと最年長の仲間からです。ウエストの最年長です。カウントダウンライブとかの履き際で腰を押さえたり足を引きずったりする坂本君の姿を見る気がします。笑い。自分でも近々そうなるんかと思うと恐怖で震えます。何歳から体にガタが来ましたか？この子がちょうど36になった時なので。はい。俺たちずっとアクロバットやってたじゃん。そうですよね。全員で大中とかもつい最近までやってたイメージが。なのでもう蓄積されてたから、もう正直しんどかった。正直なところね、こういう言葉には出さないけど、もう側はねみんな若いって言ってくださるんだけど、見られているもう中はもう熟成されてるから。もうそうですね。まあでも大丈夫じゃない？やっぱ体はねもちろんね、まあ年齢とともにね大変になるけど、気持ちがね元気だったらいいんじゃない？確かに。まあ出続けてたお客さんに見ていただけてたら結構若くなりますもんね。全然なる。でもなんかちょっと仲間浜田桐山はまあ言った年上組なんで、30越してぐらいからはちょっとだけ違うなっていうのはチラチラ僕らで言ってます。本当？疲れが取れねえな。40になってまた変わるから。お、プラスの方に。あれっていうのが多くなってる。これ以上はちょっと聞かないでおきます。俺が40になった時に坂本君に言いに行きます。そうなりましたっていうの。自分に言い聞かせることが多いから。あ、ちゃんと足上げて歩こうとか。何にもないところでつまずく。何にもないところでちゃんと歩こうとか。面白い。ここでお詫びでございます。神山君へ。神ちゃんの質問のところが機材トラブルで取れてませんでした。ごめんなさい。でも質問はちゃんとしております。僕は V6 さんに憧れてこの世界を志したのですが、坂本さんの憧れの存在はどなたですかという質問、坂本君答えてくれてます。答えはこちら。いないらしいです。ごめんねモンチ。重岡からの質問です。重岡です。坂本君の今の目標や夢だったり何か燃えてるものありますか？重岡のように映画の主演とかね、ドラマの主演やってみたいですね。重岡忙しいもんね。重岡忙しいですね。もう今ドラマとか映画に引っ張りだこなので。そうだよね。もうぜひぜひね、もうまたでお願いします。ちょっと坂本君乗り出てください。重岡が。いや燃えてるもの？燃えてるもの。今の坂本君は今の俺でしょ。キャメラと映画何もないじゃない。素晴らしい。何もないじゃない。ですね。そうですよ。もうそれはもう僕たちカンパニーもうキャストみんな伝わってますので。いやでもね本当に初めてじゃん桐山と。はい、そうですね。びっくりしてさ、稽古中から稽古中からってもう本読みの時からびっくりしたけどさ、こんなにも座長らしい座長いないんだなと思って。いやちゃんとみんなのところに目向けて、いやちゃんと体を向けてお話をしてみんなの中に入ってって。そうしないと不安だっただけです。いやでも本当すごいなと思って。本当ですか？本番中になったらね、俺が帰る時にアンサンブルのみんなとね飲みながら話してて。そうですね。なかなかできない。本当ですか？俺はできない。もうシンプルに飲みたかったっていうのもありますけど。ご飯も行けなかったから。そうですね。桐山に本当に感謝だな。いや、ありがとうございます。大阪公演もまだ残ってますので、ご飯はもう全然行く時間は僕もいっぱいあるので。いやでも帰るって言うからさ。いや、お仕事で休演日はちょっと東京に帰ったり、ありますけど、マチネの会だけの日とかも全然いっぱいあるので。なかったんじゃん。いや、ありますよ。地獄にしんどいミュージカルですよ、それ。地元だからね。そうですね。美味しいお店を紹介してもらって。ぜひ行きましょう。連れてってください。すいません、お時間いただきました。とんでもない。すいません、じゃあ次の公演もよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。休みの時間ありがとうございました。坂本くん優しいでしょ。いつもありがとうございます。
さあルーティンに戻りまして、今回の2公演終わりました。終わったらこうやってすぐ衣装を脱ぎまして、また見てる。でそのままねカツラもこうやって取っていただくんですけど、この一番気持ちいい瞬間がカツラの下にネットあるんですけど、これが一番気持ちいい瞬間。一日中こう髪の毛をギュッと頭皮を押さえてたものがパッと解放される瞬間、これが気持ちいいのよ。さあそして公演後は必ずお風呂に入っています。そして最後のルーティン、最後のルーティンは晩酌です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。昇天でございます。さあ今回の舞台キャメロットの桐山人の楽屋ルーティンは以上でございます。面白かったかな、大丈夫かな。次ねメンバーの藤井流星くんが舞台あるんで、流星も楽屋ルーティン撮ってくれへんかな。ぜひお時間あれば撮ってください。そしてみんな流星の舞台も見てあげてください。さあブロードウェイミュージカルキャメロット、11月4日から20日まで大阪松竹座でみんな頑張りますので、ぜひ見に来てください。お願いします。では見てくれてありがとう。バイバイ。コンコンコン。おはようございます。桐山です。ちょっと YouTube 回してるんですけど、入ってもいいですか。ちょっとメンバーから質問が何個かいいですか。ちょっと待ってください。ありがとうございます。なんかすいません。そうなんですよ。